今回はシレーヌ皆無の作成となります。早速ね、洗浄してバリをカットしていきます。洗浄についてはね、またやりたいと思います。バリはね、外側から少しずつカットしていきます。これね、失敗した例なんですが、ちょっとね、強引にカットしてしまって、この真ん中の軸をね、折っちゃうんですよね、ここで。後でね、真鍮線で軸を作りたいと思います。今度はね、成功した例です。ちょっとずつね、外側からカットしていきます。こんな感じかな。いまいちといえばいまいちですけど、でね、カットするときにナイフの刃は絶対ね、自分の方を向けないように、ちょっと滑ってねいっちゃっても、反対側向いてればね、自分を切ることはないので、瞬間パテとかも使っています。これ皆無の顔ですね。今尻尾がね巻きついてる状態ですけれども、こういう顔をしています。さっきねカットしちゃったところは真鍮線で軸を作っています。ゼリー状のね瞬間接着剤を使いました。軸のねサイズと穴のサイズが、合わない時とかもね、瞬間接着剤、ゼリー状のね瞬間接着剤でそこを埋めるような形が取れます。レジン用のね造形村のサーフェイサー、黒いサーフェイサーを使いました。隙間はねエポキシパテで模様とかを再現していきます。シレーヌのシーンもね少し出てきます。で、
の感じかなと、彩っぽい感じかなっていうところで塗ってます。あんまり汚い色にしたくなかったので、最初こういう感じで塗りました。ファレフォね使ってます。アクリルの塗料です。この角っていうか、象牙みたいな感じにしようかなとかいろいろ考えながら塗っています。ここもファレフォですけど、スペインのねアクリル塗料です。匂いがねしないんで、結構ファレフォを使うことが多いです。水でね筆も洗えるんでね。肌の溝の部分にね暗めの塗料を流し込んで、表面はねもう少し明るい色で、ドライブラシをしていこうかと思います。多分ね青系が好きなので自然とそういう色を使っちゃってるのかもしれません。で肌のね表面はねカサカサっぽくして、サイのようにしていきたいなと。筆からね塗料を拭き取って少し残ったのをこういう感じでなんていうのかなこすっていきますっていうような感じなのかな。ドライブラシ自体ね僕あんまり得意じゃないんですけれども、あとねエナメル塗料っていつもやるんですけど固まって使えなかったので今日は他の塗料でアクリル塗料でやりました。今回はね皆無中心の動画にしました。次回はねシレーヌ中心でいきたいと思います。短いですけど少し見て終わりたいと思います。シレーヌの肌もうちょっと明暗をねつけていきたいと思います。でこのパテの乾燥待ちとかね
トリオの感想待ちの時に今同時に進行しているマジンガー Z のキットです。ポーズがねかっこよくて気に入っています。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。